-21度。パリッパリになった。ヒーターつけててもやっぱ窓ガラスは関係ない。ブラシ取ってね。灯油を FF ヒーターのタンクに満タンにしてあって、サブバッテリーはもう基本満タンだね。北海道苫小牧に行く。仙台の航路は初めて。楽しみ。左にはねランクルとかベルファイヤーみたいのがあったけど、あれなんか広いかも。おお。なんか広い。ローを入れてサイドブレーキ。お、すげえ。めっちゃ広い。ご飯。このフェリーは今までにない感じだな。バブリー。お金を入れてください。あれ、カード使えない。発信中です。現金おう。巨大ホテルみたいな。ホテルみたい。アパホテルよりいいかもしれない。ビールは600円だ。へえ。いただきます。いただきます。結構混んでて、人がいっぱい入ってる。なんかめっちゃ広大って思ったら奥は同じのがまたあって。あ、そう。真ん中ワイトで、両サイドになんかこれ系があって。イワシが結構うまい。なめこ汁も。ごちそうさま。牛乳買っとこう。130円。ビールも買っとこう。320円。あ、もう結構動いてるわ。めっちゃ広くね。これ4人ぐらい寝れんじゃん、ここ。開かない。めっちゃあるね。ほうじ茶と煎茶。で、これ何？これさ、今度新しくない加熱ここで多分あったかくなる。ミニ IH か。シャワー使わないよ。風呂行くよ。トイレ洗面所。あ、ドライヤーがある。フェリーとは思えないね、これ。なんかどっかの宿みたい。お風呂入ってくるね。あ、風呂何時までか見といてくんね。あ、オッケー。本日は個室タイプのお部屋が満室となりました。結構運転したから疲れちゃうかも。いらっしゃい。揺れやばくない？揺れるね。あ全然赤くはない。今いるとこ。この辺。バあ。イ。おやすみ。させていただきます。引き続きまして夜間と明朝のご案内を申し上げます。担当室ではご朝食をご用意し、皆様のご来店をお待ちいたしております。青森過ぎてた。おお。だから多分あれ青森じゃねえかな。青森の一部。バネロンが効いてるから大丈夫だわ。未だに昨日の夜のかな。どんだけ揺れても大丈夫だ。マーメイドクラブっていうのが軽食用なんだ。めっちゃふかふか。
れ OA コーナーだ。ここはね電源があって窓辺でくつろげるのいいね。うどんとかはないですか？うどんとかないです。あ、わかりました。朝の人ないです。カレーの波を2個とミニサラダを1個。はーい。バイバイ。ありがとうございます。はい、テンションさん、2番です。来たー、北海道。到着。それどうしよハロう。なんかね、札幌雪まつりなんだってちょうど。ー。あそうだからそれにー、東北の水だって。結構車入ってるよ、トリトン。本当だでもね。並んではない。まさか。並んではないよ。結構車いるよ、しかし。この時間でも。回転寿司。北海道ベースのチェーン。一応都内とかにも店舗はあるらしいんだけど、行ったことない。なんか並んでるように見えたけど入れる。このカップ欲しいんだけど俺売ってないの？ね。ありそうけどね。今日のおすすめはマダチの軍艦。おお、それいいですね。タラの白うんうん。一皿頼んだら2個来る。ネギなしネギあり。ありっていう今日のおすすめだって。タラの白子。うまっ。トリトンあったら絶対行こうぜ。毎日行ってもいい。お待ち。ヒラメの昆布締め。シャリハーフ。食べやすいですね、これは。最近シャリハーフ派だよね我々。美しいもんこれ。100億点だわ。これがホッキ、ホタテ、粒、甘エビで粒がじゃんけん。6。うまい。出汁が効いてる。茶碗蒸しめっちゃうまくね。うん、うまい。炙りサーモン、シャリハーフ。美味しそう。今店員さんに聞いたら、これやっぱ売ってるって。600円プラスでこれで税金ある方ありがとうございます。はい、すいません。ありがとうございます。顔。うん。締めに入ろう。これかな？いちご杏仁ってのもある。トリトンといえば杏仁豆腐なんで、うん。視聴者さんのコメントで知ったんだけど、めちゃうまい。結構いってるかもな。6500円ね。角一かもね。ありがとうございました。ついにトリトンカップをゲットしたぜ。うまかった。マンホールが落とし穴のように。で、これが食品、日用品、お酒。あれ？あ、全然ある。美味しい。いいね。100連。肉も北海道産。うん。味噌も北海道産。北海道産。本当だ。楽しみだな、スーパーにウォッシャー液が売ってる。このいかついしゃぶ。これとかね。スーパーの入り口にこれが。何
焼きそば弁当。こんなの見たことない。ホタテバター醤油味ちょっとうまそう。どっちも限定だって。おー、日が落ちてからのこの寒さすごくない？すごい。だいぶ寒い。この冷蔵庫明かりつくの地味にいいね。当別町に入った。入った。今入った。今日は当別で道の駅で寝るんだけど、その前に温泉。めっちゃ吹雪いてるけど。超吹雪いてる。すごいなこれ。源泉かけ流しって書いてあった。ね。多分500円か600円かなんだよ。安い。駐車場待ってんな。日曜の夕方だから。ね。日曜の夕方なんて温泉に行きたい。じゃあ今日は疲れてるから、うん。時間無制限でそうしよ札幌アイナ里温泉なごみ500円だって安っ。う。シャンプーないとかそういう感じ。なんかソリに乗せて運ぶパターン。スーパー行った時にさ、段ボールに買ったやつ入れてソリで運んでる人いたの。黒いお湯だったね。ね、黒いしさ、結構人いたからさ、うん。お湯の中のどこに人の足があるのか想像しながら入らないといけない。確かに。伸ばしてんのかさ、畳んでんのか分かんないじゃん、パッと見。真っ黒だってさーてどこがいいかな。出入り口は右側で、まず整えないと全てが始まらないので、そうそうそう。上げてあげてね。オッケー。ヒーターを入れないと。ヒーターの燃料は満杯だね。あ、でもマイナス1度だ、外。そんな寒くない体感をもっとに感じる。ね。今日のシンクはこれ。
疲れ様です。お疲れ。乾杯。乾杯。あれ、鍵閉めた？閉めてないけど。はは。寒い、めっちゃ気温低い。明日スキーしよう。いいね。石狩平原スキー場。近かったよね。俺ちょっと今から編集して、12時からサッカーあるからそれ見てから寝るわ。オッケー。じゃあおやすみ。あられだ。あられの吹雪だ。めっちゃあられ降ってんだけど俺の方が立ててて海子の方が寝てる場合のヒーターの吹き出し口は上に向けて発射するしかない。これ直売所もあった。センターバックか。おはぬー。ここ中 1.8 度。外マイナス3度。そっちも 1.9 度とかになってる。寝袋優秀だね。昨日のミニマムはマイナス 4.4 度外は。マイナス 4.4 か。中のミニマム 1.8。あ、1.8 度。6時半。昨日リバプールの試合前半で寝ちゃった。起きてたことがすごい。負けてるし。おーい。ベルちゃん朝からおもちゃで遊んでる。やばい。おー、すげえ。アショロまで行くことにしたんだけど、アショロはかなりこっから4時間半ぐらいかかるから、今日はスキーやめて下道で寄り道しながらアショロに行こう。富良野がね2時間ぐらいで着くからお昼ちょうどいいかもしれない。しかもね美味しそうな店がめっちゃいっぱいある。ここでビバイで昼飯食っていくっていうのを昨日考えてたけど、そうなんか前々から調べてた焼き鳥のお店があって、最終日に行こうぜ。行けたら。そうだね。ちょっと遠回りだけど最終日さ時間あるからさ。スキーのリバプールの帽子かぶろう。昨日負けたリバプールのになんでいいねこ
んだわ。裏に山があるの。封鎖されてて出れないんだけどね、その山が見えます。あれあれ開いた。お、綺麗。スウェーデンヒルスウェーデンに似てるんだ、気候が。うわうわ。車を動かしますって言ったね。すぐ除雪が来ちゃうからね。除雪車が。これ結構いいんだよ。あ、いいわ。一緒。そう、これで私これ一択だなと思いました。で、この下にあ、これをこうやって。めっちゃいいじゃんこれ。そう。で、変な吹き跡とかつかないし。抽出してる音。そう。これ冷たい牛乳入れちゃってるけど、ミルクフォーマー使うと温めながらやったりできるからね。ホットミルクも作れる。うまい。ぬるいけど。ここまでパンが3種類あったのちょっとびっくりだったの。さっくりもっちりしっとり。しっとり。これね、前一人の時やったら結構うまかった。ただパンにリンゴ乗せて挟んで焼くだけ。カレー粉じゃないよねこれ。違うよ、明らかにそれがシナモンだよ。これカレー粉ウーシャンフェンシナモンだよ。カレー粉と一緒じゃん色。わからんかったらね、匂いすれば。あ、そうだね。うん。シナモンがいい仕事してるわこれ。うん。シナモンって本当美味しいよね。うん。バッテリーは 90% ある。で、灯油もいっぱいある。これはボンガで使ってたこのハサミを使ってね、干してるんだよ。気温マイナス3度。なんかもっと寒いように感じるんやけど。北海道でマイナス3度っつったらあったかい感じになっちゃうよね。そうなんだよね。ここ溝だったんだ。これは美しい。これが富良野さ。何ここ。もうめっちゃいい感じじゃん。ありがとうございます。A B。いただきます。中にチーズソース入ってます。ポンディフォークでチーズ絡めて召し上がりください。あ、こういうこと？あ、そういうことだ。うまっ。で、これもさ、これもこういうこと？そういうこと。やば。これ余ったらどうする？パンと一緒に食べるんじゃない？この器になってるパンと一緒に。うんうん。はい。食後コーヒーを持ちとすね。うまい。なんか泡立ってんね。うん。
本格的に入れてくれたやつか。うんあ、今この瞬間食べたいってことか。そう小炉の最低気温マイナス18度になってるんだけど来てるね。大丈夫か。2020あ5年も熟成したってことか。 5年も熟成されてる。5年間すごいねの深みが。エブリィで2人でそう3泊。エブリィで2人の旅だと最長記録更新。そうだね。ホットミルク。ついにセコマのホットミルク牛乳パックから入れてあったんでしょ。この中にセコマの牛乳パックが入ってたの。おいただきます。 100円だったこれ。 100円。あ、うまっ。飲みすぎ飲みすぎ。私の。ふれあいプラザスマートライフ、本当に300円だったら超すごい。なんか区民館みたいな感じだね。ガチの温泉だったねここ。めっちゃ気持ちよかった。これで300円はすごすぎるよ。これセコマとか行ったの確か。うんうん。コーヒーの寒くて。このラーメンうまそうなやつじゃん。あ、そうそう、美味しそうだったラーメン調べてたよ。明日行く可能性あり。候補地。か。あれ、私の思ってたのと違う。やっぱ寄ったことないかも。なんてよ。なんか。サブバッテリーは 100% になったね。まだ全然灯油余裕だな。つけちゃう。けよ。どうせ寒いから。でこれ10段階に10なんだけど最初。うん。多分ね7ぐらいでいいと思う。そうね、結構熱くなりよるけどね。サスペンションが凍ってんな。ハンドル思いっきり切ったらガリガリになるから、多分どっかしら当たってるんだと思う。ここ？ここだ。オッケー、取れた。ギリギリの。あ、これワインの開けるやつ買うの忘れてた。アショロさんジンギスカン。これ先行してどう？あ、行こう行こちょうどね、これにふさわしい。う。素晴らしいね。これや。
やばいね。これや。アルコールティッシュで拭いて、フラノワインのバレル白ワインで唯一バレルで樽で貯蔵されていると樽ね。2020だから5年5間。年もの。甘口と辛口の辛口より。乾杯。乾杯。俺あんまりワイン飲まないから分かんないんだけど、うまいかまずいかっつったらうまいと思う。あ、これで押さえてたから、これで押さえて。いや、そうそう、改善点だよね。冷蔵庫さ、2人の時なんかもうちょっといい形の、もうちょい小さくてもよくね。でもさ、10リットルだとさ、やっぱ。10リットルだと足りない。20リットルだとちょっとでかい。あー、美味しそう。何これ。入るのかな、これ。ニンニク別盛りなんだ。そうそう。あ、入る。よし、できた。枕ね、腰に置いとくといいんだよ。場所取らないし楽だよ。車内の真ん中ら辺はすごいあったかいんだけど、このスライドドアの縁のところから冷気が結構来るんだよ。わかる。昨日やってたんだけど、このクッションここに置くとね、結構シャットアウトされる。このね、隙間を結構やっぱきつい。やっぱ鉄板はさ、冷たいからこれ直接冷えるよね、車内。鉄板の上に例えば布があったら全然変わると思う。ただエブリィに関してはやらないけどね。もうこの武骨な感じが好きだから。いただきます。シャキンシャキントルン北海道。うまっ。めっちゃ暑いからぜひちゃんとめよう。こっから特別でこうかな。あずちゃんの白盛りでお願いします。ごちそうさま。ごちそうさまです。めっちゃ綺麗じゃなかったこのトイレ。特急トイレだねこれ確実に。当別の道の駅のトイレは超特急トイレだけど、ここは特急トイレ。外観はさなんか2級ぐらいに見えるけどさ、中特急トイレだったね。福原でかくね。何でも揃いそうだね。あゆみちゃんどうしまってた。二次会を開始します。結構移動したな今日。3秒ぐらいで寝そう。いただきます。あんまり俺の好みじゃなかったこれ。2月10日は今日だね。今日の最低気温はマイナス18度。しっかり防寒して寝らな。ヒーター切って寝る。どれぐらいまで耐えられるのかも見てみたいし。そうワークマンの薄いダウンを着て寝る。このダウン GU の寝巻きにユニクロのなんかルイトラライトダウンとなんかパデッドヒートみたい下はな GU の寝巻きにこういうユニクロのヒートテック。ヒートテックの下ね。マイナス18度はやばいよ。明日起きた時に部屋が何度になってるか気になる。今22度なんだけど。寝る前のバッテリーチェック。インバーターを置く。バッテリー 87%。ヒーターはじゃあもう切っちゃうよ。燃料はすごいね。燃料全然いっぱいあるわ。ちょっと温度を正確に測るために空気中にセンサーが出るようにした。下にあったのを全て上にどかした。なんか物増えてない。なんか増えてる。めっちゃ増えてる。おかしいな。多分これとか最初下に入れてたらこれ先にやった方がいい。あそうありがとう。タンスの弦の座椅子のなせる技。
なんかビリって言わなかった。これ結束バンドを回せる。ああ、なるほどね。コンフォートマイナス7度、リミットマイナス13度、エクストリームマイナス21度。多分生命維持できるのがマイナス21度までってことだろうね。昨日でも俺顔面冷たくなって結構寒かった。あ、顔面は冷たかった。昨日だいぶ薄着してたんだけど俺。しっかりね、キューって紐を絞った方がいいかも。おやすみ。外マイナス 13.4 度、中マイナス 3.9 度。外にいるともう手とか顔とか露出してる部分が痛くなる。マイナス14。細い鉄板の部分が凍りついてる。霜がついちゃってます。このさ、カーテンの向こうがめっちゃ寒いんだよ。これのおかげでこの空間が温まる速度はだいぶ速くなってるはずだよね。明日の陸別はなんとマイナス24度。これはやばいね。俺らの過去最低記録に並んでる。あ、最低はマイナス28か。いや、マイナス20度超えたらもうそんな変わんないよね、どっちにしろね。マジで寒いからね、外。来て帯広新規の温度計チェックしてきて、トイレすら決死だからね。ない方があったかいんじゃない？明るくていい。切れてるバーター。昨日よりパワーアップしてる。うまい。リンゴパン史上、やっぱフライパンでリンゴ炒めた方がうまいんだけど、でもそれにそんな引けを取らない感じは出てきてる。手間をかけずにうまい。そう、ホットサンドメーカーでね、めっちゃ優秀よね。万能すぎるわ。今8時18分でマイナス9度まで上がってる。77%。灯油ね、まだ一晩持つよこれ多分。あ、でもつけっぱなしだとあれだから、一応今日は入れといた方がいいかも。バッテリーはね余裕。これでまた移動したらだいぶ充電されると思う。F ヒーターはね絶好調。この道の駅結構いいよ。そこベーカリーある。ラワンブキ、北海道産の酒かわいい。買ったん？お土産。めっちゃ傷つくやんこれ。結構今ラーメン食えるわ。お腹すいた。法隆って読むんだったかな、確か。いやこの奥かな。この黄色いー、この黄色い。うわー、あ、これなんだ。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。新しい店舗なのかね。白味噌ラーメンうまそう。私野菜ラーメン味噌にしよう。やばくないそれ。すごくない？これこんなでかいん。餃子のタレが味噌っぽいね。83年。この建物は令和5年だ。めっちゃ美味しいんだけど。白味噌ね。あ、白味噌の方がなんかまろやかな感じだ。それ気になる。
違うよ。おお、俺そっちの方が好きだわ。なんだよ。いや、白味噌もうまいんだけど、こっちは、こっちの方がオーソドックスなんですよ。清潔感が半端なかった。すると着るもんがなくなんだけど、今結構あったかいからいけるわ、これ。安いんだよ。グラサン選択しちゃったの。また。貸し切りじゃね？貸し切りですか。コーヒーも飲みたいな。カフェラテそれにはコーヒー合うな。やばい、福原前のちょっと道路やばい。うまそうじゃん。俺らの黒松内じゃないですか。さっきガチャガチャ言ってたのはとしすけじゃなくて、こうやってうんこうやってめっちゃいい香りしてきた。これだって外でもこれできちゃうから、水さえあれば。そっか。もう釣り場に絶対持ってく。俺北海道から帰ったら五島にすぐ行くんだけど、これ絶対持ち歩く。おいしい。あと5分ぐらいかと思ったら残り35分とかなって。綾波ちゃんも元気。でもつるつるの氷。ワーゲンが埋もれてる。本当にたまに埋もれてるよね、軽トラとか。女湯5、男湯10。あー、ちょっとなんか違うねこれ。でももう今入た方がいいと思うよ。10ってだって相当小さいよこの風呂。女性はまだ増えるかもしれんからさ。ゆっくり入りなよじゃあ。最高だったわ。意外とキャパあったここ。意外となんかさ、10人おったとしても10人が全員湯船に入ってるわけじゃないから。うん。洗い場、サウナであったかい風呂が2個と、あと1人用の露天が1個。すげえ小さいんじゃないかって思ってビビってたけど全然余裕だった。今ここが滝があるらしいんだけど。路面凹凸あり。どこわかる？カツオの後。俺の足跡ならいけるんだ。海子のやつ浅いよね。あ、滝だ。え、あった？凍ってる。ほら、あそこ。戸伏の滝だって。あ、でも音するよ。陸別町に入る。陸別だ。しばれくん。しばれくんだよね。マイナス40度ぐらい差してる。そうそうそう。今ちょっと関観測所にね寄ってみるから。もうなんか白い。もう私らにとってはあの関観測場だよ。あ、着いた。これ？あれ行けない？やつはある。え？便利だね。誰も来ないんだここ。人。え？ちゃんと俺の後来てる？ちょっとバランス崩しちゃって。なんか動物の足跡しかない。これあれ観測するやつだよね多分ね。多分あれが観測するなんかだと思うんだよね。あれはなんか牧草だね。え、何してる？大丈夫？やばいやばいやばい。え、寒い？あ、なんかあんなところに牛。日本一寒い町。さすが高級。
サイドブレーキを下ろして車転がんないよね。ローに入れて何入れたらエンジン。大丈夫なの？そうだよ。ほら、ローに入れてる。マイナス3度だって今。積観測上シーズン最低がマイナス27。最高気温は何？10度なんだ。10度。宿泊施設もあるんだ。ちょっとこれめっちゃうまそうだからゲットして。超美味しそうなやつするカレー。カレー、グリーンカレー。燃料は今半分ちょいぐらいあるけど、寝る前にもう一回満タンに入れよう。一応温度計を設置した。床下の収納に結構予備の水とかもぶち込んで、なるべく上をすっきりさせたい。他は大丈夫かね。一旦いいか。寒っ、やばっ。このホルモン全然臭くないんだけど、持ってみて。無臭だね。無臭だね、すごい。なんかめっちゃ綺麗なホルモンですね。おー、うまそう。寝る前トイレ行ったついでに。めっちゃいい匂い。これがで持つのに味噌煮になるの。全然言えてないね。明日の朝6時でマイナス21度。今朝の時点の予報だとマイナス24度出てたから3度上がってる。今日はさすがに FF ヒーターつけて寝るか。今日はもうつけっぱなしで寝よう。命が危ないから。寝たままそのまま起きないかもしれないできないから。マイナス20度ってもうだって寝袋の限界温度だからね。ホルモンがうわーいただきます。うわーうまっ。炊飯器調理史上最高の飯きた。ありがとう。うまい。これが合う。これはすごいわ。一瞬でなくなんねこれ。意外と少ない。やっぱこれだけで足りないわ。二次会が必要。夜は長いから、そんないっぱい入れすぎずに。焦げちゃうからね。とりあえず最初だから5分かな。匂い防止にタレ入れなかったの正解。匂いつくから。ああ、タレ入れたらも俺前やった時めっちゃ3日間ぐらい匂い取れなかった。おお、焦げ目がついてる。美味しそう。こうやってこれに絡めて、これ匂い対策優秀。タレと一緒に焼いたらこれ匂いがすごいな。あ、うまい。ちょっと熱すぎるからヒーター切って。焼肉がヒートアップしすぎて。なんか焼けてそうだけど。焼けてんじゃない。余熱もやってあるし、さっきやったから。何回これ落ちるんや。今暑くて FF ヒーター切ってるけどちょうどいいね。お、結構下がってんね。中20度。ごちそうさま。そして寒くなってきたんでつけましょう。もう15度になってたんだ。OK。素晴らしい。
寒寒。HB101 この電灯あ、燃料半分ぐらいになってるね。あ、そんだけあれば大丈夫。つけっぱだと熱くなるから、5ぐらいでつけっぱにしよっか。もう息が凍りそう。吐く息が凍りそう、そのまま。うーまたさ、ねえねえ、この温度計がまたリセットされたんですけど、1月1日0時00分。デザートタールよ。液体大丈夫これ。うわ、うまっ。勉強になるよね。重旅。バイチュウってなんか高級。足のこっち側めっちゃ寒くない？寒だよね。い。いつもそうだよ。なんか今日あ、倒しちゃった。俺ちょっとパンツ履き忘れてたからさ。パンツはちょっと履いた方が。温泉にパンツ。ヒーターつけっぱで寝るからできればあっち頭にしたいんよ。しかもあっちの方が傾斜が上だから、ちょっとやってみてみ。ちょっと試してみよう。なんかこれやばい。枕取ってください。指4本分しか。4本分もある。俺の時指1本分しかなかったよ。一旦こっちもベッドにして俺もそれやってみるわ。あとはこれリスクとしては、なんか千春の。千春のうちは。やめようこれ。でも寝れる気がする。おはようバーンってなるリスクと、起きた時っていきなり起きないじゃん。まず目開けるじゃん。目開けてーんってなってまず目開けて。寝返り打つ時肩はそこ使えない？寝返り打たないの。無理だね。なんかそれが気になったな。私はこっち向きで寝る。じゃあ俺もそっち向きで寝る。開放感が欲しいです。日本一寒い陸別で寝る服装、はい。普段通りの GU のやつだね。そう GU のその下はヒートテック、ヒートテックがあって、その GU の GU のエヴァコラボのスウェットですね。ワークマンのパツパツのを上下。ユニクロの可能性もあるけど。ユニクロじゃない？でも見れるけど確かに。浮き出し口はこうなってて、これ大丈夫？寝てる間になんかさ塞いじゃってさ、めっちゃ熱くなったりしないかな。こうした方がいい気がする。この辺にこのゴムの縁からすんげえ冷気入ってくるわ。下はねこのマットレスがあるから割と塞がってんだけどね。車のこっち側めっちゃあったかいんだけどこっちが極寒っていう状況になってる。まあそうね、寝袋の中は大丈夫。今俺腕出してるからさ。皆さん、おやすみ。おやすみ。ヒーターつけてんのに9度だ。車内外マイナス 19.8 度。ゴリゴリに凍ってる。ヒーターつけててもやっぱ窓ガラスは関係ないんだよな。ここにねペットボトル置いてあったんだけど、こ
これは凍ってないね。動かしたらじわじわと凍り始めた。凍った凍った凍ったこの現象見れたね。マイナス20度。鼻毛凍ってるわ。鼻毛凍ったのがわかるわ。ちょっとサッカー見たいんだよ。マイナス21度。6度になってるやん。マイナス22度外がマイナス22度で FF ヒーターを10段階の5でずっとやってたんだけど、車内が全然温まらなくなってきたから最大出力の10にパワーアップしました。今7時ぐらいでマイナス21度。鼻毛が凍る感覚がある。ヒーター一晩つけたけどまだ全然余裕だな。サブバッテリーは、焼肉とかやって 77% になってるけど、海子さんまだ寝てる。この辺もガリガリになってるな。タオル回すチャレンジしよう。あれここで凍ったんだけどやべえ水が一瞬で凍った。ペットボトルの水がねえ見て。あれタオルがもう回ってるよ。そうだね、早くしようと。これすやばい、カチごい。カチ。ヒーターないと寝るの無理だね。無理だったね。ヒーターつけっぱなしだとちょっと暑すぎるかなって思ったんだよ。だけど全然そんなことはなかった。気持ちよかった。ちょうどいい感じだった。これさ、ステンドグラスみたいじゃない？綺麗だよねこれ。めっちゃ綺麗。なんかすごい模様ができてる。運転席側からすごい冷気がなんかやってくる。
側はもうダメだよ。極寒。氷の世界だよ。それだけこのカーテンが素晴らしい働きってことだよね。ああ、そういうことだね。でも布一枚でも全然違うんだよ。一枚も強かったよ。雪ブーツがなんか床にこうついてた。ベルト。パリッパリになった。結んだまま屋根に置いたらカッチカチにめっちゃ硬くなった。お、すごい。さすが陸別。寒い。ちょっと入っていい？うん。豊富だな。ツナマヨポタ電ゼロになった。ゼロになっちゃったから、うん。充電ですね。あったあった。ここですね。やってた。こいつがないとスマホとかの充電がしづらいから。箸でもいける。今日はシーチキンマヨで今日は。あ、結構見る。あ陸別乾杯。乾杯。うまっ。一口上がった。うまい。この緑があるないがだいぶ違うわ。うん。パセリの風味も合いそう。言ってる。あ、本当だ。一旦置いた。結構もう外だいぶ暖かくなってるかな。マイナス12度まで上がってる。これはまだいっぱいある灯油が。よし。かかり抜群だね。でこれでクラッチ離すとガコンってなるから。あ、こういう時にスクレーパーが。これ溶かした方がいいんじゃない？全然溶けないね。くるちゃん。こっち見た。
りあえず本別の道の駅を目指してみようか。そうですね。あ、これだ。結構な悪路だね。その車も滑ってる。怖い怖い怖い。さっきめっちゃこけた。めっちゃこけた。いや本当に危ない。本当に危ない。そこマジで危ない。マジで危ない。私そこで今スラーンってこけた。全部氷です。この黒いとこ全部氷。元気くん。元気くん。あ、元気くんだ。いや元気出して滑ったけどさあ、これ慣れたら元気出るから。これ元氷が水になったね。こっから歩いてすぐのところに目的の飯屋があるから、結構立体的な構造してるね。ここどか雪降ったんだろうな。これ多分一晩で降ったんだよね。層がないもん。オッケー。早く行かないと満席になっでもここ歩いて走ったらまた滑りそうで怖いよ。あ、駐車場だ。あ、ここでもよかったね。あそこだった。のれんかかってるわ。今んとこ行列はない。ああ、よかった。あ、いいですか。生姜焼きとニンニク焼きで。はい。今日は気温が高くなるらしい。でかい、肉でかい。マジででかい。生姜焼き。いただきます。すごくないこすごすぎる。ちょっとなんかこれは次元が違います。めっちゃうめえ。ニンニクと油が。ごちそうさまです。海と早く食い終わってたね。またも名店でした。すごかった。余裕で食えたわ。うまくって。なんかさ、常連さんの話聞いててさ、半端ないドカ雪だったって言ってたね。帯広は180センチのところもあったとか、本別は114センチぐらい降ったって言ってた。すごいもんね。だって雪の量が。無料のスキー場。どうやって実現できたのかが不明。ごめんなさい。やばい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 や
やばい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 あちょ嘘やん。危なかった。何今の。すごい。よく落ち着いてハンドルやれたね。やべえ。ちょっとゆっくり行こうゆっくり行こあう。なんか急に凍ってたね。そこまでーやはば。乾燥路面だったけど急に嘘やん。凍ってた。え、今やばくなかった？今本当に大ピンチだった。死ぬかと思ったね大ピンチだった。トラックとかトラックと正面衝突する可能性あったよね今。あった。やば。よう落ち着いてできたね。何今の。帯広方面かああやばい。死ぬかと思った。死ぬとこだった今。な。マジで死ぬとこだった。ええ、完全に今人生最大のピンチだったんだけど、だって K とトラックなんてぶつかったら 100% こっちペシャンコだから、ね、ペシャンコだったよ。いやー焦ったー。怖かった。いや生きててよかったじゃん。生きててよかった。本当よちょっと怖かった、ね、生きてたね。なんだった今。ゆっくり行こうん、完全にハンドル効かなくなった。怖かった、怖かった。う。いやパーキングで落ち着こう。ああ、ここが突っ込んでんだ。頭が突っ込んだの。でここにバンパーは大丈夫そう。建物の横に積み上げられてる向きが結構すごかった。突然風が吹き荒れ始めた。料金は2650円です。お、なるほど。こういう圧雪ですね。寒そう。すごいね。ただ人気がない。完全にカップ国設スキー場も無理か。あれ？スキー場人いる。あ、いるね。この先にちょっと行ってみよう。なんか人いるよ。もうちょっと進んでみるか。なんか歩いてる。歩いてる。整備してるね。整備中か。じゃあ滑りそう。ここ下ああ、このレスキューの人たちの訓練中だって。3時からだって。あ、3時から。うん、今レスキューの訓練中だった。中に署名するのがあって、それ書いてから滑っていいって。すごいな。本当に無料？無料らしいよ。なんかここバーカウンターみたい。スキーでちょっとリフレスキーで滑った思い出を上書きする。バイバイ。いってらっしゃい。煙が煙突から出てたんだ。日陰ちょうどいいな。これ筋トレだなこれ。で今んとこ貸し切り。おおいいね。無料ってちょっとやばいよね。国設スキー場って書いてあったけど、実際は村営らしいね。
滑ってる人めちゃくちゃうめえ。オリンピック出てるんじゃねえかぐらいの滑り方してる。次で5本目だからこれでラストにしよう。これ無料はすごいな。考えられない。関東近辺だとありえない。北海道の国技みたいな感じだろう。スキーは俺景色もいいしな。最高ですね。ミコのオフィスになってあ、る。池オフィスしてんじゃん。これで無料はちょっとすごすぎる。マジ？完璧な圧接。だいぶリフレッシュできたわ。すげえわ、北海道。カルチャーショックだよね、こんなの。この前左大臣でさもらった手紙なんだけどさ、スプレー式タイヤチェーンっていうのをさくれた人がいてさ、あ、そうだ。これちょっとおまじないで吹いてみる。あそこ結構この辺さ雪だったり滑りそうじゃん。手紙読む前で恐縮なんだけど、これもらったやつあるからやってみよっか。スノーグリップスプレー式タイヤチェーン、オリジナル高品質のノルウェー製。ノルウェーとかすごそうだもんね。ボディにはついたらやばい。夏タイヤ冬タイヤどっちに使っても効果がある。泥とか氷雪で表面が汚れてる時は除去してください。タイヤのトレッド面に塗布してください。乾燥路面に入ったら急激に効果がなくなります。スタッドレスタイヤに使用するとアイスバーンで効果が高まります。さっき必要だったやつじゃんこれ。そうだったよねこれ。ボディに絶対つかないようにここの面だけに。上だけにね。あ、ちょっと待って、雪ついてるのこれどうしよう。まあもういいか、多少は。あ、なんか匂いが。見た目はそんな変わらないね。ちょっと白っぽくなったかな。もう四輪全部やっちゃおうぜ。やろやろ。スプレーチェーンってのはね知らなかった。こんなのあったの。そんな便利なものが。左大臣に来た視聴者さんが置いてってくれたの。俺らのために。ありがとうございます。白くなんだろうか。触ったらどうなる？あー、なんかグリップが増してる気がする。スプレーもここに入れとこう。グリップが増してんのこれ。してるのかな。してるの？増してる気がする。こっちから来たよね。滑んだけど。こっちから来た。グリップ増した上です。ちょっと今滑ったね。怖いね。皮が真っ白だもん。国連の歌。国連の歌。一旦道の駅行くか。おう。シムカップの道の駅。ヒグマ肉、エゾシカ肉、森の狩人の。これ何？これがシムカッピーじゃない確か。これシムカッピー。テーマソングも売ってる。ニンニク甘い。これ買おう。シムカッピーとつららくん、しばれるくんとつららちゃん。165、65R14。さあね。シェードなくていい。出る前。
そう日清。でもあと正直、安全に帰れることだけ。あ、もうただ一つの願い。事故で死ぬ時ってこういう感じなんだって思ったもん。なんかちょっとスローモーションっていうか見えなかった？結構止まった感じ。トラックに当たりそうになった瞬間、あ、人生終わったって思った。あの時このまま潰れて死ぬんだって思った。そしたらね、曲がってくれて雪に突っ込んだ。奇跡だったと思ってる。2回目同じことは起きない。和風の味付けが最近多かったから洋風。やばい。シムカップの天気見てる。風雪着雪注意報。プリップリだね。ブリブリ日清。いただきます。ブリブリよ。ベジファでいこうかな。油がすごい。炙り日清めっちゃうまいの、鶏と。うまおお、うまい。うまいね。ブリブリだね。あ、白子がまだあった。すごい量だな。ごちそうさまでごちす。そうさま。新しいエピソードってなってるから。凍結だ。結構四角いよねこれ。かっこいいじゃん。うん。カムイって書いてある。おお、かっこいい。ちょっとこのはい。受付完了。ちょっと中見てみる。サンフラワー。この辺に小樽ワインが売ってあった記憶がある。この同乗者の人は徒歩乗船で別なんだけど、徒歩乗船は10時半。ドライバーも10時半だったんだけど、最初は電話が来て11時になりましたって来たから、俺は11時に乗る。ご乗船に続きお次のお客様は第2回第1乗船口よりご乗船くださいませ。新しい匂いがする。あ、客室なのね。ここ。
サンフラワーかもいい。新しい匂いがする。すごくね？盗難事故防止につきまして超すごくね？風呂上がったんだけど貸し切りだった。まだ誰も入ってなくって、普段のフェリーだったら乗船した直後に結構みんな風呂に殺到すると思うんだけど、でいろいろ忘れ物に気づいて歯ブラシとか化粧水とかあと GoPro を忘れてきたんで取りに行きたいんだけど、今11時ぐらいで1時半出港だからまだね車両デッキにね行けるんですよ。車両デッキがめちゃくちゃ近いからすげえ気軽に取りに行けるっていう。これを追加で持っていこう。隣の声めっちゃ聞こえんだけど結構壁薄いかもなこれ。ティッシュとかねえの？ティッシュも取りに行かないと。壁薄いからここへ必須。歯磨いた？
ちゃ外とか隣の声聞こえるわ。おはよう。あれなんか雨もがあと1章しかないんだけど。いいよ飲んで。大丈夫？俺大丈夫。結構今揺れてるからね、ちなみに。これ揺れてるね。お風呂に今行ってきたんだけど、うん。チャッパーン。湯船のお湯がね。そう。すごくね、常温可能な牛乳が。あ、そういえばなんかベトナム行った時、常温のとこに牛乳置いてあった。これやばい。これやばい。かかと踏まれて。ごめん。ちょっと部屋からさ、あれで。ふみくんかかと踏まれてぶっ壊れた。あ、そこいいな。最高なんだけど。大きなお友達は。10時から1時半。お店にこれタダでくれるのかな。200ミリリットル。この船多分人少ないね、そもそも。あ、揺れてる。ああ、こっち。あ、回ってる。これ楽しいね。これ面白いよ。うん。あ、揺れまくってる。あ結構揺れてるね。ー、私結構乗り物用意しやすいけんさ。エコマのクロワッサン。で、どんな朝飯。これ出すの。エコマのクロワッサン。あ、これが朝飯。うわ、もうこのままだ。あー、やばい。あー、やばい。あー、やばい。めっちゃ揺れる。めっちゃ揺れるわ。揺れてるね。乾杯。乾杯。お、うまそう。美味しい。この船多分さ、貨物とかドライバーの人がめっちゃ多くて、うん。一般の乗客すげえ少ない。だからこんな空いてるんだよ。少ないね。ね、一般向けの客室自体の数がそもそも少ないよね。数少ない。うフロアもね、この5階だけだもんね。ん。それ結構いいかも。人が少ないっていうのはね。うん。その代わり設備は結構簡素で壁が薄かったりとかはあるけど、今9時4分編集とか見てめっちゃやろうった。次やろうてと思って思ってたよね。た。うん、ちょっと厳しいですね、これ。第2ラウンド見えない。見えない。俺ら左側に
何？やばいんだけどこっち揺れまくり。あ、そのためだね。俺らのサラダどこ？サラダあった。洗い物がはかどるわここ。ああ、しっかり流して洗える。てかここさ、声も筒抜けだけどさ、匂いも筒抜けだよね。めっちゃご飯の匂いしたよね朝ね。ああ、多分この辺から繋がっててさ。11時半。ドヒエモン。冷えもん。お、カレーとかあるんだ。3種類。パスタもあるやん。すき家の牛丼じゃん。へえ。え、俺すき家の牛丼にしよっかな。普通の牛丼の具にし、あ、ここじゃちゃっちやん。買う。買う。うお、すげえ。700円の牛丼。紙皿とかが置いてなかったから。これ陸別の道の駅で買ったやつ。美味しそう。期待だね。うん。あ、うまっ。結構ピリ辛だから。ホントレストラン史上最高かも。マジすき家が最強だった。野菜もいただきましょう。うん。そんない飯はね、野菜不足しがちだから用意してくるべし。紙ナプキン的なものがちょっと欲しいよね。めっちゃティッシュ的なのとかもないから手とかも拭きたいし、ちょっとそれは不便を感じる。
仕事してる。さっきまで寝てたのにそう復活したん。復活した。ここに座った瞬間なんかパタってなってすごい、爆荒れじゃない？すごい。なんか隣の部屋からさうめき声聞こえてきてさ、大丈夫？気持ち悪い。めっちゃ寄ってるみたいな隣の人。気になってる。あ、デッキ立ち入り禁止。ちょっと風呂行ってくるわ。オッケー。うん。ここの空調ね、給湯室とつながってるけん。あ帰ってくる途中ね、給湯室ちょっと覗いたの、ちらっあ。うん。とご飯温めてる人いて、うん。でこの部屋戻ってきた瞬間、カレーの香りがしてきた。カレーの匂いがしだして、この船ね、ツッコミどころ満載だよこれ。3時。おやつ。とんでもね爆荒れだよ。これはね、揺れるわけだよ。これは揺れますね。でも、日雪も。本海側も暴風雪だよ。うん。猛吹雪になってる。陸別で買ったご飯。だいぶ多い。うわー。何これ超美味しそうなんだけど。鮭それ鳥じゃね？鮭。あ、うまいねこれ。ね。用意ご飯。うん。腹減ってないといくつみたいな。ご飯ほとんど食べてるよね。私がサラダを食べてる間にほとんどご飯が。ネクストご飯。恋の大きさも諦めた。開き直した。聞こえ忘れてた。多分丸木という。ちょっとね、由美子さんはまだ食べ足りないらしいんで、はい。テストも兼ねて次カレー行くか。あの中で一番匂いの強そうなカレーを温めて、ここから匂いが漏れてくるか。それここでチェックしてくわ。うん、待機お願いします。すき家のカレーね。うん、好きなのカレー。オッケー。あ、めっちゃカレーの匂いしてきた。検証成功。めっちゃカレーの匂いした。今開けたもん。あ、今ね。今開けてつけたのここで。これ検証成功。やっぱ繋がってた。こっから繋がってんだよ部屋に。そう。だから。めっちゃ部屋にカレーの匂いした。で今みんなカレーの匂い嗅いでる。いただきます。匂い筒抜け説が検証された。匂いつつ抜け。おいしい。玉ねぎ。あ、本当だ、玉ねぎいっぱい。あ、うまいねこれ。お風呂入ってきました。あ、お風呂完了。もうそろそろ歯を磨いて下船に備えようかな。ご案内申し上げます。売店かよ。
ただいまのお時間をもちまして売店の営業を終了させていただきます。6時半ぐらいか。ではまもなく大洗港へ入港いたします。お客様にはあれはサンフラワー札幌だ。もう乗り終わってそろそろ出港するやつかな。準備は整い次第ご案内申し上げますので、今しばらくお待ちください。サンフラワーのまず曲歩いて一切流運転されれない。ます徒歩のお客様。7時半です。もうなんかもうとっくに着岸は完了してんだけど、乗用車の下船はめっちゃ遅くなるらしい。なんか1時間ぐらい待つ可能性もあるって言ってた。陸ではございますが、これよりお部屋のチェックアウトをお願い申し上げます。だ次のご案内がございますまでは案内所前またはプロムナードデッキにてお待ちくださいませ。ではガレージデッキ立ち入り入り口開放のご案内となります。ご案内まで案内所前。お車へお戻りになれます。なおお車へ戻られください。お車のただいまここからグルちゃんの元へね。とか。ただいま出る出る出るちょっとここあったからここに置いていやー、ここでトラックとぶつかってたらグルちゃんとも会えてなかったってことそう考えるとね、紙一重だった。